おはようございます。おはようございます。今日は1ヶ月ぶりの撮影になりました。はい。しばらくちょっと忙しくて、お店がね、やっぱ繁盛して忙しい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は宮城をやりましょうと次回予告をさせていただいてましたが、すいません、1ヶ月の間にちょっと重要なウイスキーがリリースされましたので、今日は並んでおりますけれども、厚岸シングルモルト生命紹介させていただきたいと思います。はい。そして先にちょっと謝っておきたいんですけども、多分思いあふれて話が長くなることが予測されますので、ぜひ皆さんご承知おきいただけたらと思います。はい、では早速こちら厚岸生命の勉強をしていきましょう。はい。じゃあまずですね、運営している会社なんていう会社でしたっけ？健天実業さん。健天実業、かっこいい名前ですよね。はい。会社名がまずかっこいいですよね。健天実業って帝国ホテルにオフィスを構えられてまして、東京が所在地になります。初めて知りました。本当ですか？よくね、健天実業って厚岸の会社、北海道の会社っていうふうに思われている方多いんですけれども、はい、思ってました。はい、健天実業、東京の会社です。健天実業の豊田社長が小さい頃から北海道によく行かれてたみたいで、ウイスキー作りをするとなればもう場所は北海道だっていうのは決められてたそうです。最初は釧路周辺をね考えられたみたいなんですけど、最終的には厚岸っていう場所を選定されて、そこで蒸留所を作ったんですね。そういう会社です。こういう会社ですじゃないですね。実はもともと何をやってた会社か、具体的に言うと乳製品の原材料の輸入商社だというふうに聞いてまして、そこでしっかりと事業をされているので、2016年に蒸留所を作った時には新しい新規事業としてウイスキー事業を立ち上げられたと。そういった社長自身がウイスキーがお好きで、中でもアイラ島のスモーキーなタイプ、アードベック17年ですね。しかも、はい、これに感銘を受けられて、自分でもウイスキー作りをするんだと決意された後に、スコットランドの伝統的な製法でウイスキーを作ると。作るウイスキーはアイラ島のようなスモーキーなスタイル、こういうものを目指して蒸留所を作られてます。過去のラインナップ結構ピーテッドスモーキーなものが多いですよね。はい、多いですね。だいたいほとんどの樽ボトルにピーテッド原酒は使われている。その割合的にはどれだろうな。一番やっぱピートがしっかり感じるのはボーシュですよね。そうですね。今回の生命、こちらもかなりピートの効いたタイプだということで、実際リリースした直後からすごい評判の高さですね。ちょっと後ほどテイスティングで味を確かめていきましょう。厚岸という土地もちょっとやっぱ気になりますね。どういったものが名産だったりとか。そうですね。新海さんが北海道出身なので、やっぱ僕北海道に一度も行ったことがないんですよ。そうですか。はい、そうなんですよ。なるほど。なのでやっぱりどういった気候だったりするのかなっていうのはちょっと気になりますね。なぜ厚岸を選定したかというと、冷涼で湿潤な気候、それがアイラ島の気候にすごく似ているということで厚岸を選んだっていう話でした。かつピートも地元で取れると。そのピートもいずれ使っていこうということで考えられてます。で、あとはこれはねたまたまなのかもしれませんけど、牡蠣の名産地ですね。厚岸はすごく高品質な牡蠣を養殖されていて、通年で牡蠣が食べれます。なのでいつどの時期に厚岸に行っても厚岸ウイスキーと牡蠣を一緒にマリアージュを楽しむことができるんです。スコットランドアイラ島では牡蠣にウイスキーをこうね垂らして食べるっていう食べ方がポピュラーです。だいたいメジャーなところでボーモアですとかスコットランドですね。ラフロイグだとちょっとこう強すぎるかなっていう感じはあるんですけど、この辺のウイスキーなんかを牡蠣に垂らして食べる食べ方がスコットランドでは有名です。他に何かあったかな。お伝え忘れてないかな。国産大麦ですかね。国産大麦というか、日本産大麦と地元産のピートを使ってどこまで今やってるのかっていうところ気になりますよね。気になります、気になります。実際にこの生命、こちらにも北海道産大麦を使用してます。注目していただきたいのはラベルの後ろにですね、原産地表示がしっかりと今回モルトの原産地まで書かれるようになってます。ここですね。今回はイギリス、オーストラリア、日本3カ国の大麦を使ってます。北海道産か。北海道産って書いてますね。4月から表示の法律が改正になって、多分他のウイスキーもこれからリリースするものはきっちり表示が入ってるはずです。そうなんですね。嘘をつけなくなるっていうこともありますし、やっぱり消費者の方の安全安心ですよね。そこにつながってくるなと。確かに。あとは今回のラベルに加わったのが右下のハサップですね。ここについてます。
思ってたより可愛いキャラクターなんですね。北海道ハサップしっかりラベル入れて、ピートも、もうすでに北海道産厚岸産掘ってまして、これから多分使っていくんだと思います。どこで掘ってるんですか？厚岸ですね。いや、まあそうですよね。そうですよね。僕が聞いた話、もう北海道中土地の下にはピートが埋まってるってやっぱ聞いてて、どこ掘っても出てくるよみたいなことはおっしゃってました。湿地帯っていうのが理由なのかわからないんですけれども、実際に厚岸でももう掘ってまして、ある程度乾燥させて、それから成枠の時にですね、モルティングの時にモルトを炊いてピーテッドの香りをつけていくっていうことになります。でモルティングについても今、厚岸の方で準備されてるということなので、これから自社モルティングが始まるんですね。そうするとまた生産量、厚岸産、北海道産の大麦を使ったモルトの生産量っていうのが劇的に多分増えてきます。本当にオール厚岸産になるんですね。なります。もともとおっしゃってましたよね。オール北海道、オール厚岸、そこに本当に向かってってるなっていうのがどんどん見えてきてますね。戸板社長の厚岸愛がすごいですね。本当にすごいです。もうとにかく商品の品質にこだわって誠実に消費者に嘘をつかずにウイスキー作りをしているなっていうのが戸板社長と松崎所長の熱い思いがいつもこう伝わってきます。日本のものづくりって本当に素晴らしいなって思います。こだわりと探求心、松崎所長の探求心なんかも本当に勉強になるなと思っていつもお話聞いてます。だいぶ前置きが長くなりましたが、止まらないですからね。そろそろテイスティングいきましょうか。はい、ではテイスティングいってみましょう。はい。厚岸生命ですね。甘いのにスモーキー、甘いのにピーテッド、バニラのようなこう甘さもあり、シェリーかな、バーボンダルからくるこうフルーティーさもありみたいな。やっぱり厚岸特有の甘さが本当に強いですね。本当に特徴的。香りからはすごいヘビーピーテッドっていうよりは少しやっぱり甘さの方が強いのかな。甘さが先に来て鼻の奥でピート臭がするような感じですね。そうですね。あー、すごい口に入れるとしっかりとピーテッドが現れてきますね。いやーすごいな。アルコール度数55度でこの飲みやすさ、そうですね。尖ってない、作りの、原酒を作り出すところからやっぱり丁寧に作ってるな。今日は実はちょっとやってみたい飲み比べがあって、ボーシュもうちょっと一緒に飲み比べてみようかなと思います。いいんですか？僕だけ。結構その樽の構成も近いというふうにね、噂では聞いたり。色もでもちょっと濃いのかな。そうですね。ほぼ一緒ですよね。ほぼ一緒ですね。でもやっぱ違うな。香りは違うっすね。でもやっぱり生命の方がより丸みを帯びてきてる感じありますね。やっぱり貯蔵期間が長いのか、10日発酵の日数が長いのかわからないんですけど、樽のね使い分けの構成によるものなのか、いやー、甲をつけられない。新しい蒸留所がリリースしてくる2016年以降に作られた蒸留所の中の商品と比べて、やっぱり一番の違いはブレンドのなす技だと思うんですよ。田崎所長ですね。このブレンドが作り出す味わいの妙というか違いとこの美味しさをまとめてくる感じ、他の蒸留所にはないなと僕はすごく感じてます。これからまたねいろんな種類を作られると思うんで、またシェリーメインだったり赤ワインダルがメインになったりとか、はたまたねバーボンダル主体ですっきりした感じでとかっていうのももしかしたら出てくるのかもしれないですね。そうですね。厚岸蒸留所検定実業が
こう取り組んでいることもそうで、常に僕たちの期待していることの一歩二歩先をやっぱ行ってるなっていう、ハサップ取得にしてもそうですし、もうそこまでやるのっていう感じで、常にこうスピード感が速い。ただただ日本のウイスキーが流行ってるからウイスキーを作って売るっていうのとはもう全然次元の違う領域ですね。そうですね。今のところ品質を落とせないから大きくするつもりはないって聞いてますけど、言ってましたやはりその考え方も素晴らしいなと思って、闇雲にね増産すると絶対クオリティっていうのが下がってしまうので、量産よりもクオリティを最優先する、その考え方っていうのは本当に僕は賛同しますよね。そうだ、お値段言ってなかったですね。そうですね、お値段ここでお伝えしましょうか。はい。あっけし生命定価が19,800円税込み。税込みで、はい、ギリギリ2万円切った。そうなんですよでバー深海での提供価格、1杯45ミリだと5,610円で、30ミリだと3,740円で、15ミリが1,870円。ぜひね、こういう感じで飲み比べなんかを15ミリとかでしていただけると非常に楽しく飲めるんじゃないかなと思います。そうですね。あっけし蒸留所の見学ですね。はい。あっけし蒸留所主体ではやってなくてですね、道の駅コンキリエっていうのがあっけし蒸留所の近くにありまして、コンキリエ主催で蒸留所の見学ツアーっていうのはやってます。参加費用3,000円でインターネットの方から申し込みになってます。結構なお値段が。そうですね。確か牡蠣とウイスキーの飲み比べセットとかもついてたんじゃないかなと思うんですけど、いいですね。はい、ちょっとそれは皆さん詳しくもう一度調べてみてくださいただ残念ながらですね、蒸留所の中には入れないです。製造している様子を外のガラス張りから見るという感じの見学です。ハサップの、ね、認証を取られているので、ちょっと容易に中に入れないっていう都合もあったり、外からの見学のみになります。であとはホテルゴミさん、あっけしのホテルのホテルゴミさんも見学ツアーやられてるみたいなので、もし、ね、気になる方はそちらにも問い合わせいただければ有意義な見学ができると思います。何でしたっけ、ツアーみたいになってるんでしたっけ。そうですね。なんだろう、宿泊とセットなのかな。ちょっとそこもね、興味のある方は実際に聞いてみていただきたいんですけど、多分牡蠣とウイスキーのマリアージュとかもやってると思うので、ぜひね見学をして牡蠣とあっけしモルトを味わう。それが3,000円とか5,000円なら安いですよね。いや、安いですね。安いです、安いです。とりあえずコンキリエの予約は9月下旬まで埋まってました。人気です。もしその後に余市蒸留所も行きたいっていう方は、そこから電車だとかなり移動時間かかるので、僕が行った時は1日目早朝から、釧路空港を経由して午後あっけし着、であっけし蒸留所見学してコンキリエで牡蠣とウイスキーを食べてダッシュで空港にまた戻り、夕方に釧路から岡玉まで飛びました。で岡玉に到着したのがだいたい夜ですね、8時9時ぐらいに岡玉に到着して、そこから札幌市内のホテルに着いたのがだいたい10時ぐらいで、すすきのでちょっと食べ飲みして、すすきのですねあとは想像に任せますけど、その翌日朝からまた夜市に行って夜市蒸留所を見学というので、2日間弾丸であっけし夜市も可能ではあります。あまり真似はしない方がいいと思います3日ぐらい時間があればより余裕を持ってあっけしと夜市が見学できます。今日はあっけし生命勉強してまいりましたが、いかがでしたか。いやー、なんかやっぱり面白いなーって思いますね。特にあっけしってバリエーションも豊かだし、飲み比べしても面白いし、次何が出るんだろうとかでもワクワクしますし、長くなりますよね、話すのが大変失礼いたしましたちょっと思いあふれすぎました、毎回いろんなテイストのウイスキーを定期的に出してくれて、我々を常に楽しませてくれるあっけし蒸留所の次8弾、二十四節気第8弾もまた楽しみですね。次大体3ヶ月後ぐらい。そうなります。はい、3から4ヶ月に1回。じゃあ次って言ったら9月10月。次はですね、確か8月です。8月末ぐらいだと思います。8月末、これちょっと動画を見てる方だけのあれじゃないですか計算上ですね、僕の計算上は。すごい8月か外れたらすいませんじゃああっけしのお話はこのくらいにしまして、次回何にしましょう。
何がいいですかね。最近リリースしたジャパニーズウイスキーが何種類かありまして、その中から一つ紹介したいなと思うんですけども、次はぜひこちらを紹介したいなと。シングルモルト日本ウイスキー静岡ホットスチル系、純日本大麦初版。初版なんですね。長いですね。これが静岡蒸留所の 100% 日本大麦を使ったウイスキーになります。次回はこちらを勉強していきましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。